boots are on fire. I'll make you jump like you touch a live wire. Ain't no sitting down when I get it. 今日は私たちが小さくて愉快で意味のあるプロジェクトをご紹介することになりました。この半年間熱心に進めたプロジェクトです。私たちが雑誌を創刊しました。ちょっと待って、雑誌だってあなたたちが自分で雑誌を作ったの？そうですね。普通は当然個人が雑誌を作ることはできません。私たちのプロジェクトは個人が雑誌を作ることができるというプロジェクトです。それはまさに皆さん、Apple Watch 用の漫画雑誌です。Apple Watch 用の漫画雑誌を創刊しました。ご紹介します。少年ウォッチ。おそらく世界初のスマートウォッチ用漫画雑誌でしょう。私たちが知る限りスマートウォッチ専用の雑誌はありません。それなら私たちが雑誌としても初めてですよね。私たちは Apple Watch だけのために構想し、最適化をして作品を作って雑誌を構成しました。それに加えてスマートウォッチの未来のためのビジョンを込めました。そしてもう一つ、私たちがもし世界で一番小さい漫画雑誌を作ったようです。2インチ以下の漫画雑誌です。また申し上げたように、少年ウォッチの特徴は一人漫画雑誌です。一人の作家が雑誌全体の作品を描き終えました。雑誌の表紙も作りました。広告と付録も作りました。広告はフェイクです。読者コーナーもフェイクです。作品の一部です。少年ウォッチは雑誌自体が一人で作った一つの作品です。Apple Watch 用の漫画雑誌を最初に作ってみようと決心した時、重要だと思ったのは単に漫画が集まっているある塊を作るのではありませんでした。それは漫画雑誌ではありません。漫画雑誌にとって漫画も重要です。しかし漫画だけが漫画雑誌を構成するわけではありません。表紙もあるし、目次もあるし、広告もあるし、記事もあるし、読者参加コーナーもあります。いろいろなものが混じり合ったもの、そうして一つ一つの構造を作り出すこと、これがまさに漫画雑誌です。アプリを実行すると多くの作品がパッと開かれたら、それなりに立派なのは確かです。しかし私がデジタル雑誌を作ってお見せしたら、漫画雑誌とはこういうものだ、漫画雑誌が持っている楽しさと魅力、これがまさに漫画雑誌を感じることだ、これを伝えたかったんです。それで日本の読者の方は、そう、これが本物の漫画雑誌だ、雑誌ってこういうものなんだ、私たちがデジタル時代になって雑誌というものが何だったのかちょっと忘れてたみたい。でももう私の手首に本物の漫画雑誌ができたのということをうまくやりたかったです。雑誌がないところに読者の皆さんは、漫画雑誌っていうのはこういうものなんだという初めての経験をさせてあげたかったんです。世界初のスマートウォッチ用漫画雑誌、そして世界最小型少年漫画雑誌、一人で作った一人漫画雑誌、こんな不思議で面白い経験、皆さんにお見せすることになりました。私たちは6つの連載作品をまとめました。この6編を構成して制作するとき、本当に面白かったです。大変ではありませんでしたか？大変でなければ創作ではありません。しかしそれを圧倒するとても愉快で楽しい作業でした。私は漫画と雑誌の形を作って、私の友達がアプリを開発しました。このアプリの開発過程が大変でした。いつも言っていますが、私たちはバカ集団なので何でも簡単にできることはありません。しかし私たちの苦労こそ私たちの価値です。そして少年ウォッチのもう一つの特徴は、世界初のスマートウォッチ用漫画雑誌でありながら少年ジャンプに対するオマージュということです。もっと重要なのは、
今の少年ジャンプのオマージュではありません。1990年代の少年ジャンプへのオマージュです。少年ウォッチの始まりは2024年夏ですが、Apple Watch 用の漫画雑誌というアイデアはApple Watch が発表されたばかりの頃に思い浮かびました。あ、漫画のためのデバイスだ。漫画をあそこで見ることができそうだけど、あの小さな腕時計に漫画は立派に入ることができる。漫画にあるようなものが存在すると思いました。実はその時も私がグローバル漫画に対する夢を見たと言ったじゃないですか。私がいろんなアイデアを挙げながらこれも作ってみようというアイデアを差し上げようと待っていました。あれから10年近い。グローバル漫画ビジネスも起こらなかったし、そして私にこのようなビジネスに対する指紋のようなものを受けに来る人もいませんでした。ただアイデアをずっと持っていたんです。私はこうやって持っているアイデアがいろいろあります。でも持っていて去年の夏に急にこう思ったんです。他のアイデアは一人の力では絶対にできないけど Apple Watch 用の漫画雑誌が作れるんじゃないかな。いや、私の友達と2人でできるんじゃないかな。これを1人で作ったということ自体が私たちが提示する漫画に対する、そしてスマートウォッチ漫画に対するビジョンの一つです。それでこのプロジェクトを進めて構想して作っていきました。少年ウォッチがどうせならよく売れて第2号が出たらと思います。しかし私の考えでは少年ウォッチがよく売れたりよく売れなくても少年ウォッチに収録された漫画の未来に対するビジョン、漫画の可能性に対するビジョン、漫画の力に対するビジョン、そして Apple Watch の可能性に対するビジョン、スマートウォッチの可能性に対するビジョン、ぜひ伝わってほしいです。ぜひ広がっていってほしいです。私たちが失敗してもまた挑戦してまた挑戦して、小さいけれど美しく立派なここで漫画の素晴らしい世界がぜひ広がってほしいです。少年ウォッチに込めたこの夢とビジョンは、もし失敗しても必ず世に伝わることを願います。一つの小さくて可愛い漫画雑誌を作ったが、私はこれがプラットフォームビジネスだと思います。私がずっと強調しますが、漫画のすべてのビジネスはプラットフォームを目指してプラットフォームビジネスをしなければなりません。作家たちが個別に散らばってはいけません。散らばっている個人作家も必要ではあります。インディー作家も必ず必要です。ないといけません。しかし基本的にビジネスの中心は固まっていてつながっていないといけないし、統制され投資されなければなりません。これがプラットフォームビジネスです。私たちが作り出した少年ウォッチの価値も、今は小さくて可愛い漫画雑誌ですが、私はプラットフォームの一部であり、新しいデバイスの開拓であり、オフラインデバイスに対するビジョンも含んでいます。それで私たちはこれをガムの包み紙プロジェクトと呼びます。そして私がいつもお話しましたが、私はビジネスをしたくありません。しかし少年ウォッチは誰も提案もしなかったので、仕方なく雑誌を創刊したが、ビジネスにつなげたくはありません。なので私たちのビジョンと結果を、これをもっと発展させて拡張してくださる、そんな方がいらっしゃったらと思います。少年ウォッチはアップルにも提示するビジョンでもあります。こんなことを考えて想像してみろ。そしてその未来を考えてみてください。少年ウォッチは漫画をする方々に提示するビジョンでもあります。考えを拡張させてください。ここでも漫画ができる。漫画にはそういう力があるじゃないですか。これに気づき活用してください。こういうものをたちがぎゅっと詰め込みました。少年ウォッチを皆さんにご紹介します。よろしくお願いします。それでは2部に続きます。